ここ最近、テスラの周りで起きている動きが、一つ一つは小さく見えても、全体で見ると大きな潮目の変化になっていると感じています。おはようございます。ケンです。今日はその変化をまとめて見ながら、テスラの未来がどこに向かうのか、そして今後5年、テスラ株をどう捉えればいいのか、これを僕なりの視点で見ていきたいなと思います。まず最初に結論をお伝えしますと、テスラは今大きな意味で次のステージに進もうとしています。EV メーカーから AI とロボタクシーを軸にした走るコンピューター企業へと変わりつつあります。そして市場もその変化にゆっくりと気づき始めているというのが今の現状です。この変化を示すニュースが昨日から今日にかけていくつか出てきましたので紹介していきます。まずは野村アセットマネージメントがテスラ株を 4.2% 買い増ししました。そしてスタイフェルというアメリカの大手投資銀行がテスラの目標株価を508ドルに引き上げました。さらにイーロン・マスクさんがロボタクシーと FSD に関する発言を強め、ビル・ゲイツさんに対して8年越しの空売りポジションについて最終警告を出しました。加えてイーロン・マスクさん自身が自分の物語を自分で語ると自叙伝をほのめかしていること、これらの動きが示している方向性は一言でまとめるとテスラの物語が再び勢いを増し始めているということになります。ではまずは背景として今テスラを取り巻く環境を簡単に整理しておきます。昨日報道されたニュースを一つ一つ簡単に整理していきますね。まず一つ目は機関投資家の動きです。野村アセットマネージメントがテスラ株を 4.2% 買い増ししました。これで保有株数は117万株を超え、テスラは野村の総資産の約 1% を占めるようになりました。これは単なるリバランスっていうより、テスラの未来に対する長期的な信頼表に見えます。全体でも今テスラ株の約 66% を機関投資家が保有しています。これは市場の大口がテスラという企業を今後も重要なポジションとして捉えているということの証拠にもなります。そして2つ目は、スタイフェルがテスラ株の目標株価を508ドルに引き上げたことです。しかもその根拠が完全自動運転 FSD とロボタクシー事業の進展です。スタイフェルのモデルを細かく見てみると、テスラの未来の利益構造をどう見ているのか、これがはっきりとわかります。自動車事業が134ドル分の価値、FST が186ドル、ロボタクシーが158ドル、そして残りの少しがオプティマスなどのロボット領域、つまり自動車事業よりもソフトウェアとサービスの価値が主役になっているという考え方です。そして3つ目のニュースとしては、イーロン・マスクさんがビル・ゲイツさんに対して、まだテスラのショートポジションを持っているなら、早く閉じた方がいいと発言したことです。これは市場へのメッセージ性が強く、今後テスラが大きな変化を迎えるからこそ、空売り勢に対して牽制したという風にも見えます。いわゆる心理戦の側面があり、イーロン・マスクさんらしいアプローチとも言えます。さらに4つ目として、イーロン・マスクさんが自叙伝に触れたこと、自分の物語は自分の口で語る必要があると投稿しました。これはテスラのブランド戦略にもつながっており、単に本を出すという話ではなく、テスラの物語のコントロール権をより強めようとしている動きにも感じます。ここまでが背景ですけれども、このままだとニュースの羅列なので、ここからは僕なりに、では実際テスラの未来はどう見えるのかという部分を見ていきたいなと思います。僕が強く感じているのは、テスラの本当の勝負は、すでに EV そのものではなくなっているということになります。EV はもちろん重要ではあるんですけれども、そこでの戦いはすでに成熟フェーズに入りつつあります。その中でテスラが目指しているのは、ソフトウェアと AI で動く巨大なプラットフォーム企業ということになります。まず、機関投資家が何を見ているのか、こちらですけれども、彼らはもう台数成長だけのテスラには興味がありません。今彼らが見ているのは FSD の進展、ロボタクシーの実用化、そしてその先にある AI によるモビリティサービスの収益化です。
特にロボタクシーが動き始めた瞬間、テスラは自動車メーカーではなく、Uber と Google を足して2で割らないような存在になっていきます。車を売る企業からサービスで稼ぐ企業に変わっていくわけです。スタイフェルの$508のモデルを見ると、その未来を前提にしています。自動車で$134で一番小さい。そして FST で$186、ロボタクシーで$158。この内訳を見てわかるのは、投資銀行が本気でロボタクシーの経済圏を評価し始めているということになります。いいですか？そしてもう一つ重要なのがイーロン・マスクさんの発言です。ビル・ゲイツさんへの警告は単なるいざこざではなくって、その裏側にはテスラはこれから大きく動くよっていう強いメッセージが隠れているようにも感じます。また自叙伝の話はテスラのブランドの強化にもつながっていきます。イーロン・マスクさんが自ら語る物語は投資家や一般ユーザーにとってかなり強い影響力を持つでしょう。これは今後の FST やロボタクシーの理解、受け入れにも影響をしていきます。ではそういったことを踏まえて、これから先未来はどうなっていくのか、ここからは僕が想定している3つのシナリオを紹介します。まず1つ目のシナリオは、ロボタクシーが限定地域で実際に始めるパターンです。これはもうすでに実際始まってはいますけれども、テスラ1台がどれだけの収益性を生んでいくのか、ここがポイントになってくると思います。これで劇的に変わってくるようなことがあれば、車を売って終わりではなくって、車がサービス収入を生み続けるようになっていきます。スタイフェルの評価はむしろ控えめになり、テスラの株価は今とは全く異なるレンジに入っていく可能性があります。要は今は車を売ったら終わりじゃないですか。その場合っていうのは車1台に対する利益っていうのは決定しているわけです。そうではなくってロボタクシーで運用することによって、そのテスラ車1台1台がいくら最終的に利益を生むのかというところになります。なので、車を売った利益以上のものにロボタクシー1台1台がなっていくのかというのがポイントになるということになります。そして2つ目のシナリオは、技術は進んでも規制が遅れるパターンです。この場合、テスラはソフトウェア企業へと移行する途中という状態がしばらく続きます。株価は上下しつつも長期レンジで揉み合う可能性があります。このパターンはリスクも少なく現実味があるところではありますけれども、この規制との戦いっていうのが今後は大きなポイントになってくると思います。そして3つ目のシナリオは、ウェイモや中国勢が先にロボタクシーを広く展開するケースです。ただしこの場合でもテスラは約700億キロの走行データを持っているので、競争力は維持できます。市場心理は揺れますが、致命的になるとは考えていません。アメリカではテスラがシェアを握っていきそうな感じがありますけれども、やはり大きな戦場としては中国というのがあります。中国でもいろいろとロボタクシーが走っているので、そことの競争の激化っていうのが今後一層強くなっていくんじゃないかなと思います。なので中国市場でいつロボタクシー展開をしていくのか、これも大きなポイントになってくると思います。このように今3つのシナリオを少し考えてみましたけれども、どのシナリオに進むにせよ、重要なのはテスラはもう EV メーカーでは終わらないという点になります。テスラは明らかにAI とモビリティサービスの未来を見据えています。今回のニュースはその変化の兆し、それを示すものとも言えます。では最後に皆さんに問いかけたいと思います。皆さんはこのテスラの未来をどう評価しますか？そしてロボタクシーはいつ全世界に実用化されると思いますか？そしてテスラの価値は EV メーカーというよりも AI 企業としての未来にあると思いますか？ぜひ意見をコメントで教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。今週は上昇スタートで現在$411となっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今、SI ソーラーさんと一緒に YouTube を作っていますが、先日、停電対策の動画を撮りました。また、停電対策チェックシートも作りましたので、ぜひご覧になってください。概要欄にリンクを掲載しておきます。夏にしろ、
冬にしろ、いつ停電が起きるかなんてわかりません。なので普段の生活の中から準備をしておくっていうことが大切じゃないかなと思います。その参考になる動画になると思いますので、ぜひこのまま概要欄に行ってもらい、こちらスライドにある動画、これをね、次に見てもらえればと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。